どうも、宮迫です。はい。緊急と言いますか、最近ね、はい。明らかに、つけられてる気がするんですよ。宮迫です。確信ではないのかもしれないけど、ストーカーさんなのかなっていう。記者とかではないんですか？あ、違う。声を家の近所にかけられて。家の近所ですか？女性の方やねんけど、写真を撮ったんですよ。お願いされてね。はい。まあ、それはたまにあることなんで。あるんですけど、いや、同じ人が別日にね、なんかコンビニで会ったんですよね。また写真っていうか、あれ、撮りましたよねみたいな感じの、ちょっと忘れたけど会話したと思うんだけど、同じ人やったのよね。ご近所さんなんやろうなと思って。でもそっから、記者の人であったりとか、過去にはその探偵さんみたいな、よくありましたね。もうあったんで、だいたい俺は、基本、後ろ気にして、歩いたりとかして、ねんけど、確証はないけど、多分その人が、なんかずっと、ここ最近、その人が、ついてきてる気がするんです。似てる人、いや、記者ではないしなと思いながら、別に実害がなんかあるわけではないので。だから過去に遡るとやっぱ、ストーカーさんは、会ったことがあるので、まだ一人暮らししてる頃なんて夏場やったかな。風通しよくするのに、チェーンロックだけして、靴挟んで開けてたんですよ。でもオートロックのマンションや、その当時。オートロックのマンションで靴挟んで寝てったんや。で、ワンルームやし、ドアの方はすぐ見れるやんか。ずーっと寝てる時にガチャガチャっていう音するから、何と思って、バッと玄関見たらさ、こう手伸ばして、チェーンロックを外そうとして。ほんで、何してんねんって言ったら、大好きです、応援してます、頑張ってください。ブワッ逃げてから、待てー言って追っかけて。でも、全然追いつかへんかって、めっちゃ足早かって。そういう妖怪なんかなと思って、俺、早ー言って。女性ですよね。女の人。怖い。二度と来んなよ言って。この隙間からめっちゃ怖いで。ほんで、ね、その他で言うと、まだ渋谷公園通り劇場っていう劇場がまだあった頃やわ。パッと出た時に、まだ当時ほら、天然そうやとあんな時代やったから、ファンの人がバーッと寄ってきて、握手したり、シャンチ撮ったりバーってしてる時に、その集まってるとこからちょっと、7、8メーター離れた電信柱の横で、緑の髪の毛の、ライダースのジャケット着た、で、ロングブーツ履いた、なかなか、変わったファッションをしてる女の人がおってさ。女性。そう。んで、じーっと見てんねん。こっちに来るわけでもなく。でも変わったファッションやったから変わったファッションやなと思って、ええわ。で、当時、電車、地下鉄、自分家帰ろうと乗って、一車両向こうに、その子がいてんねん。緑の髪の毛やし、目立つし、そのファッションではっきりと、あれさっきの子やと思って、じーっとこっち見てんねん。だ一駅ごとに、どんどん近づいてくんねん。どんどんこうなんか満員電車なんかこうやって、どんどん近づいてきてるなぁ思って。最終的に、自分のおでこを俺の肩のところに乗っけんねん。ほんでこう、声からなんかこうするやんか。またこうつけてくんねん。マジかと思って。これどうしようと。で自分の家バレたくないやん。だから自分の降りる駅で降りたくなかったわけ。なるほど。最寄り駅がね。ね。どうしようってもう、プッシュー焚いて、その一個手前の駅。でも終電やったからさ、もうええわ、もう歩いて帰ろうと思って。プッシュー開いて、ドアが閉まる瞬間にバーン飛び出して俺。で、巻いたと思ったら、この閉まるドアに挟まれながら、ガガガガガ挟まれながら出てきて、ターミネーターやで。
ブワー走って、改札出て、ほんで地上に上がってさ、地下鉄が地上に上がって、バスのロータリーがあって、動いてないバスが止まってて、はい、もう周り隠れるとこないから、俺バスの下にさー入って、ベターになって隠れてて、ほんで、タタタタタって階段上がってきて、探して、最後に、いやー、笑って帰っていって、めちゃめちゃ怖いやろ。怖ーっと思ってさ。鳥肌立つ。ほんで後日、吉本事務所で、打ち合わせあったから、その話をしてて。多分ストーカー、当時ストーカーっていう言い方あったかどうか忘れたけど、なんか、つけられてんねん、怖かったわー、みたいな話マネージャーとかにしてて、はい、怖いですね、言って。ほんだら、これピーしてな。はい。この名前な。はい。か。って、知ってますかってマネージャーが急に言ってきて。はい。は誰つって。いや、知らん。いや、これ見てください。って。まずファンレターとか、プレゼントこちらなんですけど、で、一個めっちゃでっかい段ボールあって、そこ、ザーって出したらさ、すごい量のファンレターとなんか、プレゼントみたいなのがバーって出てくるんだけど、全部同じ人から、はいはい。そう。何これ全部同じ方なんですけど。怖い怖いって言いながら、ファンレター開けたらさ、使った後の、マクドナルドの割引券とかいっぱい出てくる。どういうことどういうことわからへん。どういうことなんなんこれっつって。で、あと一枚見たら、宮迫さん、ずーっと俺の名前めっちゃ書いてるやつとか、怖い怖い怖いって。で、一個うさぎの形に、くくったタオルみたいな。はい、その、あれやんか、そうくくりだと。でもこれは、タオルは使えるかと思って、ほどこうとしたら、いたってなって、血出てきて、また、ちょうどこの、ほどこうとしたら、刺さるように針が仕込まれてて。何これほいで、一枚、写真があったのよね。普通の工場の、工場で働いてる人たちが集まった記念写真みたいな、があって。でパッと見たら、緑の髪の毛じゃないし、ライダースも汚いけど、あの子が写ってんねん。だからあの子が、って。怖っ言うて。で、この話を、俺当時ラジオでしてん。ほんで、ラジオで、その名前とかもちろん伏せて言うたで、こんなことがあったみたいな話をバッとしてん。ほんだらピタッとその、ファンレターが途切れて。はい、いなくなって。はい、で、よかったー思って、そっから数ヶ月後かな。これも名前伏せるけどな。一応 P やけど、だとも確か。これも一応 P しといて。はい、俺のとこ来て、宮迫さん。って知ってます。なんでお前それ知ってんねんって。今ずっと僕、追っかけられてるんですって。点々と芸人。渡り歩いてて。怖いやろ。怖すぎる、怖すぎる。っていうストーカー事件の話でした。今も誰かの芸人の追っかけをしてるかもしれない。そうそうそう。もしかするとな。もしかするとそうかもしれないし、今俺がつけられてる人が、もしかしたら、ありし日のさんなのかもしれないっていう。で最近ちょっとつけられてのじゃないかなというお話でした。いやいや、何のホラー話急に。マジやからな、これ。だから、たまたまね、その、生活範囲が近くて、連続でお見かけしてとかもね、ありますからね、それは。いや、でもな、結構近所なんかな。わからんけど。そんな、ちょっと、脚色なしやで、これ、ほんまに。いや、ちょっと、変なの書けますもん。芸人の脚色乗っけてないから。マジやから。だことがあったってね。用心するに越したことはないですからね、それは。はい、もし、見られているんであれば、つけないでください。怖いです。ただでさえいろいろなんか記者とかおるんちゃうか思ってやってしまってるので、やめていただけたらなと思います。なるほど、なるほど。はい。そんな緊急動画でございました。そう、なるほど、なるほど。はい。はい。というわけで、ストーカー行為、絶対あかん。
なんかで使ってください。なんかあったら呼んでくださいよ。なんかその。なんかあったらってね。なんかあった時はもう遅いんちゃう。読んだとしてもね、助けてくれんのか。動画回しますよ。そんなもん。何やねん動画回す。助けろ先に。それは助けますよ、ちゃんと。まあまあ、はい。気をつけましょう。まあ気をつけよう。はいましょう。それは本当に。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。これ藤原の藤本さんが『アメトーーク』において最後に言った言葉なんですよね。はいはい。本当にそうなのか、これが今回やりたいことなんですよ。私はですね、この事件を徹底捜査しました。捜査難解な事件だったんですよ。もしかしたらですよ、真犯人が他にいるんじゃないか。YouTube もっとやれとその人間は言った。その人物は宮迫さんの味方のふりをして宮迫さんの背中をグイグイグイと押した聞き込みを進めた結果分かったんです。真犯人は負けそうな時も